もっと速く、もっと強く、もう一段上の走りを。フォローミーシーザリオ。ただ食らいつく。どんなに不格好でもその背に追いつけ、しがみつけ。よくついてきた。トレーナー、見事なレーシメンだ。予定通りだな。シンボリクリスエスだ。祈りに来た。あなたはシンボリクリスエス。クラシック級にもかかわらず天皇賞秋を制覇。さらに翌年史上初の連覇を成し遂げた馬娘。初めて会った。なのに初めてという気がしない。どうして？その顔、悩みでもあるのか？その、はい、走りについて少し。走りについてか。ならば話ぐらいは聞こう。私は神ではないか。なるほど、新しい力か。You're right。 この国に来ることで私も変わった。出会いはエボリューションをもたらした。天皇賞秋をも勝つ力をくれた。クリスエスさん、一つお願いが。出会ったばかりでぶしつけですが、私のトレーナーに会ってもらえませんか？もしかしたらあなたが手を貸してくれれば。感覚。トレーナー、クリスエスさんと走って私の心が大きく変わった気がします。理想通りに走るだけでは届かない。時には理想を壊すほどに荒々しく。では行ってきます、トレーナー。はい、自分の足を信じて必ず。エアメサイアさん、やはり気迫が違う。今日はオークス、かつて母が最もティアラに迫り2着に敗れたレース。シーザリオさん、あなたを倒し私の代で。あの日栄光に弾かれた母の指先を今日こそ。聞こえる。大きな樫の木の芽吹く音が。さあ
今年度もやってきました。裏若き乙女たちにとってあまりに過酷な2400、苛烈な春を競うオークス。いよいよスタートです。2400mという未知の距離に挑む18人の乙女たち。断然の一番人気は2枠4番シーザリオ。果たして歌手の女王の栄冠をつかむことができるのか、それともライバルたちが一矢報いるか。逃げを主張するメンバーはいない。おそらくペースはスロー。ならばポジションは前目。状況次第では先頭を。各馬娘がゲートに入って体制完了。オークスが今スタートしました。エアメサイヤ抜群のスタートでシーザリオの前に出ます。外枠の馬娘もポジション取りに加わっていく。閉じ込められちゃってる。スタートの上手い彼女が横に入った時点で考えうる展開だわ。一番人気がマークされるのは当然。そしてその試練を乗り越えた者こそが真の実力者よ。向こう正面に入り落ち着いたペース。シーザリオは後方3、4番手。エアメサイアは遥か前方。中段のいい位置につけました。母があと一歩のところで届かなかったオークス。味わった無念もティアラの尊さも母を通じて私に流れている。母の夢は私の夢となって今も続いている。スローペースのまま一段が第3コーナーへと入っていきます。依然としてシーザリオは後方のポジション取り。ここでいいのかどうか。どうする。今なら外からまくる選択肢もあるが、行くか。桜花賞の二の舞にならないように。私は私だけの道に挑んでみせる。そこで私自身を刻んでみせるよ。私の道、自分の足を信じろ。さあコーナーを回って最後の直線。各馬娘が一斉にスタート。ここで抜け出してくるのはエアメサイア。魔王にして怒涛の瞳。伸びる伸びるエアメサイア。3番手から2番手、そして先頭に並びかける。確実にかわせる。あと一人かわせば私はしかし外からシーザリオが投げて。持ちこたえろ。食らいつけ。あと少しで私の夢が、お母様の無念が。進め。小野が走った道を越えて、さらなる進化へとつながる道へ。体が大きく感じる。太陽が近く感じる。やっと取れた憧れのタイトル。そしてクラフトと2人で目指す未来に一歩近づいた。またしても私はこれが呪縛だというのですか。展開は思い通りだった。シーザリオさんでも抜け出せないはずだった。なのにどうして。エアメサイアさん、
自分を責めないでほしい。あなたたちは強かった。その強さが私を目覚めさせてくれた。今までの自分を脱却し、さらなる自分を目指したことが勝利につながった。さらなる自分を。トレーナー、ありがとうございました。おかげで今日は落ち着いて力を出し切れました。シーサリオ！おめでとう、シーサリオ！見てたよ。オークス優勝おめでとう！これからも私たちの未来のためにも頑張っていこう！ああ、クラフト、お前との約束たがえるはずもない。たがえるなどできようものか。マイルと中距離、適性は違っても私たちは同志、そしてチームだ。トレーナーさんもありがとうございました。ちょっと何なのヘッポコ、そのヨレヨレの襟は。ちゃんとしてもらわないと困るわ。あなたはチームの代表なんだから。気を取られてって何なの？その手に持ってる紙。